こんにちは。今日はこの綿の糸を使って涼しげな半袖のプルオーバーを作っていきます。少し前に作った緑のプルオーバーをアレンジして作ります。今回の模様編みは透かし編みなんですが、カジュアルな感じになっていて、普段の服に合わせやすくなっています。形もとても可愛くなっています。よかったら作ってみてください。使用する糸はセリアさんのニューエンジェルコットン 25g で約65メートル、材質は綿 100%、 使用かぎ針の目安は3から4。これを今回は6号で編んでいきます。このカラーナンバーは1番、この薄い茶色はカラーナンバー10。これは2年前ぐらいの糸で、ちょっと同じ色があるかわかんないんですが、多分似た色があると思うので、これと一緒に編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。作り目の数について説明します。まず同じ糸で女性ものの L サイズぐらいで作る場合、鎖を118、編んで輪にして4箇所にマーカーをつけます。マーカーをつける位置は1つ目、23、38、23、1つ目に戻ります。これが同じ糸でだいたい L サイズで作る場合、違う糸で編む場合やサイズを変える場合。次はサイズを変更する場合や違う糸で編んでいく場合、まず作りたい襟ぐりの広さになるまで鎖を編んでいきます。実際に首元に当ててみて、好みの長さにします。長さが決まったら、これを2つに折ります。さらにこれを3対2ぐらいに折ってみます。で、この3対2ぐらいに折った場合、これから作る襟ぐりはこんな形になります。これは好みによって比率を変えられます。こんな形だったり、こんな形だったり。正方形に近づけると、襟ぐりは丸い形に近づいていきます。逆に細長くすると、襟ぐりの形は浅くなってボートネックに近いような形になります。好みで形を決めていきます。私は今回3対2と2対1の間ぐらい、これぐらいで作っていこうと思います。好みの比率が決まったら、仮で大体の位置にマーカーをつけます。で、マーカーがついたら、この長い辺、ここに鎖が何個あるかを数えます。1、2、3、4、5と数えていって、数えたら、この中に V が何個入るかを考えます。これから編んでいく V は、鎖3つで1つの V。で、そこから鎖の中に何個 V が入るかを考えます。V は3の倍数、鎖が3つ入ります。V の数が分かったら、この式に当てはめて、この
鎖の数を考えます。例えば V が10個の場合、10×V、V は3の倍数、10×3、30、プラス2、32。ここに鎖は32必要になります。ここで鎖がちょうどにはならないと思うので、一つこっちにずらすかこっちにずらすか、どちらかで合わせます。また同じように短い辺、何個あるかを数えて V が何個入るかを考えます。V の数が分かったらこの式に当てはめます。例えば V が6個の場合、6×3、18、プラス2、20。この間には鎖が20。で、こことここの鎖の数が分かったら、作り目の数が分かります。長い辺、短い辺、2つずつあるので、かける2。4箇所でダブっているので、マイナス4。これで計算すると、作り目の数が出ます。鎖編みをしていきます。この時はゆったりではなくて普通ぐらいで編んでいきます。鎖編みが終わったらつないで輪にします。最後の鎖にはマーカーをつけています。ねじれていないか確かめます。これが最初の鎖、表ではなくて裏返して、この糸が盛り上がっているところ、まずここに引き抜いてつなぎます。引き抜いて、もう一回引き抜いて、これでつながりました。次はここに細編みをしていきます。まず鎖を一つ、同じところに細編み、マーカーをつけておきます。次も細編み、この盛り上がっているところ、次も次も、このまま細編みで一周します。スタート地点まで戻ってきました。このマーカーは最後の鎖につけたマーカー、最後の鎖に最後の細編みをします。で、もう一度ねじれていないか確かめてから、最初の細編みに引き抜きます。これで1周目が終わりました。次はマーカーをつけていきます。糸が出ているのはこの位置、まず一つ目にマーカーをつけます。一つ目のマーカーは一つ目の細編み、今この糸が出ているところ、ここにマーカーをつけます。ちょっと戻ってみると、これが一つ目の細編み。
き抜いた細編みにマーカーをつけます。これが1つ目。次は23番目の鎖。ここから数えて23。数えるときはこのマーカーを含めて数えていきます。1、2、3、4、5と数えて23。これが23。次はまたマーカーを含めて38。このマーカーを含めて1、2、3、4、5と数えていきます。これが38。次はこのマーカーを含めて23。ここから2、4、6バーと2、4、バーと23。で、最後はまたマーカーを含めて数えて23番目はこのマーカーのついている細編み。これでマーカーがつきました。ここで広がるように編んでいきます。2周目は V を編んでいきます。まず鎖を4つ。1、2、3、4。で、根元、このマーカーのついているところに長編みを1つ。で、これで V ができました。1つ目のマーカーを付け直しておきます。次も V を作ります。次の V は足元1つ飛ばして2つ目。1、2、長編み、鎖、同じところに長編み。これで V ができました。次も V を作っていきます。次は足元2つ飛ばして3つ目。3つ目に V を作ります。1、2、3。3つ目に長編み。鎖。同じところに長編み。1つ目は細編みを1つ飛ばしています。次は2つ飛ばしています。次も足元の細編みは2つ飛ばします。ここだけ1つ。で、また2つ飛ばして V。マーカーの手前まで来ました。足元の細編みは1つ残っています。この細編みを1つ飛ばして次に V。マーカーのところに V を作ります。1、2。
マーカーを付け替えておきます。これは2つ目のマーカー。次また足元1つ飛ばして2つ目に V。1、2。このマーカーのついた V の両隣は細編み1つ。1つ飛ばして V を作っています。それ以外は足元2つずつ飛ばして V を作っています。次また足元2つ飛ばして V。次もまた2つ。次も2つ。2つずつ飛ばして次のマーカーのところまで編んでいきます。3番目のマーカーのところまで来ました。また足元を見ると細編み1つ残っています。ここでは足元1つ飛ばしてマーカーのところに V を作ります。1、2。マーカーを付け替えておきます。マーカーの両隣は足元1つ。1つ飛ばして2つ目に V。これでマーカーのついた V の両隣は1つ。こっちも1つ。それ以外は2つ。足元2つ飛ばしてマーカーのところまで。マーカーのところではマーカーのついた V の両隣では細編み1つずつ。でまた足元2つ。スタートしたところまで戻っていきます。ここまで編んでいきます。1周編んできました。足元は1つ残っています。1つ残った状態で最初の鎖の下から3つ目。1、2、3。3つ目に引き抜きます。これで2周目ができました。次は3周目。3周目はこの V の中に長編みを3つ。まず1つ目の V の中に針を入れて糸を出します。これをかぶせるようにして引き抜いて、これで V の中から糸が出ました。ここから鎖を3つ。1、2、3。これは長編み1つの代わり。同じところに長編みを2つ。V の中。もう1つ。で次また次の V。この中に針を入れて長編みを3つ。まず1つ、2つ、3つ、で3周目はずっとこの長編み3つを編んでいきます。次の V にも長編み3つ。次も長編み3つ。で次も3つ、次も3つ。
次も3つ、次も3つ。このマーカーのついた部位にも長編み3つ、同じように長編み3つずっと編んできて、この部位にも長編み3つ、すべての部位に長編み3つずつ編んで1周編んでいきます。ぐるっと編んでスタートしたところまで戻ってきます。スタート地点まで戻ってきました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。次は4周目。4周目は四角を作っていきます。四角を作るときは鎖を4つ、1、2、3、4、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、1、2、これで四角ができました。隣に長編みを1つ、これからの四角は長編み2つで作っていきます。長編み2つ編んだら鎖1つ、足元1、2、また長編み2つにします。隣に長編み、こんな感じで1周します。長編み2つ編んだら鎖を1つ、足元1、2、隣にもう1つ長編み、下の扇形の真上に四角ができています。次も四角、長編みは2つ、四角、でこれでぐるっと編んで1周します。でマーカーは付け替えておきます。このマーカーのところでも四角を1つ、数を増やさないで1つずつ編んでいきます。ぐるっと編んでここまで戻ってきます。スタート地点まで戻ってきました。ここにもう一つ四角を作ります。今までと同じように鎖を1つ、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、最初の鎖の下から3つ目引き抜いて、これで四角のところが終わりました。次はまた V を編んでいきます。次の V で数を増やします。まずこの四角の中から始めます。四角の中から糸を出したいので、このまま四角に針を入れます。糸を出してこれをかぶせるようにして引き抜きます。これで四角から糸が出ました。ここから鎖を4つ、1、2、3、4、足元の四角に長編みを1つ、これで V ができました。マーカーを付け替えておきます。で、隣にもう一つ V を作ります。V の半分、鎖を1つ。で、次はこの長編みの上、四角ではなくてこの長編みの上に長編みを1つ。これで V と半分の V。
次からは一つの四角に一つの部位。マーカーがついていないところは一つの四角に一つの部位を編んでいきます。マーカーのついた四角の手前まで来ました。ここでまた部位を増やします。まずここに半分の部位、この長編みの上、2つあるうちのこっち側、左側、ここに長編み、鎖を1つ、次はこの四角に V、 四角に針を入れて V を作ります。鎖、長編み、これで V ができました。隣は V の半分、次また V の半分、鎖1つ、次はこの長編みの上、これで V と両脇に V の半分、数が増えました。で、マーカーを付け替えておきます。それ以外はまた一つの四角に一つの V、 次の V の手前まで V を編んでいきます。3つ目の V の手前まで来ました。さっきと同じように V を増やします。この長編みの上、鎖1つで四角に V、 次また V の半分、鎖、長編み、これで V の数が増えました。で、次のマーカーのところでも同じように編んでいきます。同じように編んだらスタート地点まで戻っていきます。一周編んできました。ここには V があります。この隣には V の半分、その手前にも V の半分を作ります。針を入れる場所はこの鎖の下から3つ目。3つ目はここになります。ちょっと小さくなっていると思います。ここに針を入れて長編みをします。1、2、3。長編み、鎖を1つ。最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、3つ目に引き抜いて V の半分、V の半分と V と半分で、次はまた長編み3つ、これを繰り返していきます。この真ん中の部位に針を入れて長編みを3つ、このまま部位に針を入れます。また引き抜いて V から糸が出ました。長編み1つの代わりの鎖を3つ、1、2、3、長編みを2つ、同じところでこんな感じで、次のこの V の半分、ここに長編みを3つ、3、
これで3つ。で次の部位にも長編みを3つ。でまた部位に長編み3つ編んで、次のマーカーのところまで編んでいきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。ここでは部位を増やしています。この部位にも長編みを3つ。次も部位に長編みを3つ。次も3つ。で次からまた一つの部位に長編み3つずつ編んで、このマーカーのところではそれぞれに長編み3つ、ここも長編み3つ、ここも長編み3つ、これで一周します。ここまで戻ってきます。一周編んできました。この部位の半分にも長編みを3つ。これでここにも長編み3つ、ここも長編み3つ、ここも3つ。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。次は四角。これ以降は同じように繰り返していきます。長編み3つの次は四角。まず鎖を4つ。1、2、3、4。でさっきと同じように足元1つ飛ばして2つ目に長編み。長編みは2つ。次また四角。長編みは2つ。四角。これを繰り返して一周します。一周編んだら、ここに長編み。長編みを編んだら、最初の鎖の下から3つ目。ここに引き抜きます。四角の次は V。V は数を増やします。このマーカーのところで、この V と半分の V で一周したら、次は長編み3つ。それぞれに長編み3つ編んでいきます。次は四角。この長編み3つのブロックに1つの四角。これを繰り返していきます。しばらく繰り返して編んでいきます。最初の細編みから数えて24周編んできました。最後は長編み3つになっています。長さは約28センチ。これでだいたい女性ものの L サイズぐらいかなと思っています。この長さは好みで変えられます。この短い辺が袖ぐりになります。この短い辺のマーカーのところとマーカーのところ、ここにあと 2、3 センチプラスして、これが袖ぐりの広さになります。ちなみに今測ってみると、
だいたい34センチくらい。これよりももうちょっと広くする場合は、これをあと何段かプラスします。短くする場合も多くする場合も、最後はこの長編み3つにします。で、好みのサイズまで編んだら、この短い辺のマーカーとマーカーをつないでいきます。今まで編んできた向きを上にして鎖を編んでいきます。襟ぐりは下になっています。で、この部分は糸玉につながっている方、こっちから始めていきます。で、マーカーをよく見てみると、これは今糸が外れないようにつけているところ、この四隅につけたマーカーは長編み3つの真ん中になっています。こっちも長編み3つの真ん中、反対側も全部長編み3つの真ん中。この糸玉につながっている方のマーカーとマーカーを合わせていきます。長編み3つの真ん中につけたマーカーのところから始めます。新しい糸で、この時後でとじ針で始末するので、ちょっとだけ糸端を長くしておきます。糸を引き出します。ここから鎖を5つ、1、2、3、4、5。これは脇の下のゆとり分になります。ここがちょっと窮屈な場合は鎖をあと3つプラスします。なので鎖8個とか、逆に広い場合はこれを3つ減らします。鎖2つにします。増減するときは3の倍数。今回私は鎖5つで、次のマーカー、短い辺の次のマーカー、ここに表から針を入れます。この長編み3つの真ん中で引き抜いて、で鎖1つを編むようにして糸を切ります。これでつながりました。こんな感じの袖ぐりになります。もう片方も同じようにつないでいきます。まず長編み3つの真ん中につけたマーカーのところ、表から針を入れて糸を出して鎖を5つ、1、2、3、4、5。次のマーカー、また表からで引き抜いて引き抜いて鎖を1つ、少し長めに糸を切っておきます。これでつながりました。左右の袖ぐりができました。次また同じ向きのまま、今度は袖ぐりを甘台で胴体のこの胸に当たる部分だけ模様編みを続けていきます。まずこの糸玉につながっている糸、ここから編んでいきます。で、模様をつなげたいので、長編み3つの次は四角、まず鎖を4つ
2、3、4で、今までと同じように真ん中の長編みの上は飛ばします。ここを飛ばして次はこの鎖の1つ目1、2、ここに長編みをします。で、針を入れる場所は3本見えるうちの2本の下、こちら側が2本、こっちは1本、この位置に針を入れて長編みをします。1、2、これで四角で、長編みは2つ。次また四角、鎖1つ、足元1、2、で、長編みは2つ、隣に長編みをします。上が2つになるように針を入れました。で、長編み、次また四角、鎖を1つ、足元ここを飛ばして次1、2、この長編み3つの1つ目と3つ目、四角ができています。次また今までと同じように編んでいきます。で、これで次の鎖の手前まで、ここまで続けていきます。もう片方の鎖の手前まで来ました。また鎖1つ、足元ここを飛ばして次長編みは2つで、また鎖1つ、1、2、次また四角を作ります。ここを飛ばして次で、これで1周します。脇の下の1周目を編んできました。長編み2つの次は鎖を1つ、足元1、2、最初の鎖の下から3つ目引き抜いて、これで四角ができました。次は脇の下の2周目、この V を編んでいきます。今までは3つになったんですが、これからは1つの四角に1つずつ作っていきます。広げないで編んでいきます。四角の中に針を入れて糸を出して引き抜いて、ここから鎖を4つ、1、2、3、4、四角に長編みを1つ、これで1つ目の V。 次も四角に V、 今までと同じです。これで1周します。脇の下の2周目を編んできました。最後の V を編んだら、最初の鎖の下から3つ目引き抜いて、これで2周目が終わりました。次はこの長編み3つ、この V に針を入れて
き抜いて V から糸が出ました。鎖3つ、長編みを2つ、今までと同じです。次も長編み3つ、長編み3つで1周します。1周したらこの鎖3つの下から3つ目引き抜きます。次は四角、鎖を4つで足元を2つ目と繰り返していきます。ここではこの V で V を増やさずに同じように広げないようにまっすぐ編んでいきます。この長さはお好みです。好みの長さになるまで編んでいきます。最初の細編みを含めて40段編んできました。長さは約42センチ。これは好みの長さにします。私は今回短めにしたんですが、もっと長くても大丈夫です。私はこれぐらいの長さにして、あとこの糸で 2,3 段編んでいこうと思います。これもお好みで、このままオフホワイトで編んでいっても大丈夫です。その方がちょっとシンプルな感じになります。今は四角のところで白を割ります。長編み2つの後に鎖1つ、足元1、2で四角のところが終わります。で、ここで糸を変えるので一旦糸を切ります。引き締めて、で次はこのベージュの糸、これは他の糸でも大丈夫です。例えば普段着る糸がブルー系であればブルー系の方が合わせやすいと思います。今糸が出ているところの斜め下、ここに針を入れて糸を引き出します。ここから鎖を4つ、1、2、3、4、この模様がつながるように次は V を作っていきます。同じ四角に長編みを1つ、これで V ができました。今までと同じように V を作っていきます。このまま一周します。V を編んできました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。次は細編みを編んでいきます。 V の中から糸を出して細編みを始めます。このまま V の中引き抜いて V から糸が出ました。細編みをするので鎖を1つ、この V の中に細編みを3つ、1つ目にマーカーをつけておきます。次は2つ目、次は3つ目、また V の中に細編みを3つ、次も3つ。この時の細編みはちょっとだけきつめの方がいいかと思います。ちょっとだけきつめに編んでいきます。このまま一周します。
細編みで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。次も細編みをしていきます。まず鎖を1つ、鎖の根元のこの細編みに細編みを1つ、この細編みはこの部位に細編み3つした1つ目、次の2つ目の細編みの分は細編みではなくて鎖を2つ、1つ飛ばして2つ目に細編み、こんな感じの模様で編んでいきます。次も3つのうちの1つ目には細編み、2つ目の分は鎖を2つ、これは3つ目、次も1つ目、鎖2つ、1、2、1、2、こんな感じの模様にするんですが、もうちょっと可愛くする感じもあって、その時にはこの鎖2つを3つにします。まず1つ目、次を鎖3つで1つ飛ばして2つ目、3つ目だとこんな感じになります。こっちも可愛くていいかと思います。私は今回2つにしてさりげない感じの模様にしました。こっちが3つ、こっちが2つ、お好みの方にしてください。で、これで続けていきます。細編みと鎖を編んで一周してきました。これが最後の細編み。とじ針で始末するので少し長めに糸を切ります。最後の細編みから引き抜いて、最初の細編みに針を入れます。手前から向こう、これが最後の細編み。最後の細編みに上から針を入れます。このでこれを小さくします。で裏で隠します。この同じ色のところに隠します。で他の糸も同じ色のところに隠します。これもこの同じ色のところに隠します。で脇の下の糸はここも少し長めに糸を残しているので針で隠します。脇の下はちょっと力がかかるので、あとこの部分が少し目立つので、これをカバーしながらちょっと小さくして
でそれから糸端を隠していきます。こんな感じで隠しました。他にも糸端ができていたら隠して終わりにします。こんな感じに出来上がりました。とても綺麗で可愛いプルオーバーになりました。この襟ぐりは広くて浅い形に作ったので、首元がとても綺麗な形になっています。袖ぐりは少しゆったりとしていて、でちょっとですが動きに合わせて伸び縮みします。で脇の下には余裕分を作っているので動きが楽です。肩周りも楽な感じになっています。裾は短めで、スッキリとしたシルエットになっています。で模様編みがとても可愛いので、何かの服の下に着てちょっとだけ見えるのもいいと思います。でこれだけで着てもちょっとだけアクセントを作ったので寂しくならないようにしました。でサイズは上から下までは48、横幅は46、襟ぐりから裾までは44、襟ぐりは66、袖ぐりは36。使った糸は 240g、 10玉使いました。残ったのはこれぐらいで、薄い茶色はちょっとだけ使って残りはこれぐらい。最後までご視聴ありがとうございました。